はいどうもエンちゃんです。Hello everyone 大家好。今回はイベルメクチンについて話します。コロナウイルスに使用する薬について見たり聞いたりすると、この薬の名前を聞いたことがあるかもしれません。でも今日本ではコロナウイルスに対しては全く使われていない薬です。なんで一時期話題になったのか、実際効果がどうなのか、なんで使われていないのかについて今回解説していきます。僕の動画は音声なしでも楽しめるように字幕を入れてます。しかも余裕があれば英語、中国語でも字幕が表示できるようにしてます。字幕アイコンを押して字幕を表示させてください。イベルメクチンは40年以上前の寄生虫の薬で、抗寄生虫薬としては最も古いものです。日本の商品名はストロメクトールといって、山梨大学とか北里大学で研究された大村聡先生が発明したものです。これが本当に有効ならば日本初の薬としてすごく夢があるので、テレビとかで最初話題になりました。人体に対してではなくて、研究室内での研究、試験管内の研究で、これインビトロって呼びますけど、コロナウイルスに対して抗ウイルス活性があるのではないかということで話題になりました。ただ寄生虫に対して使うよりも何千倍もずっと多い量を使用した場合の話でした。日本でもアメリカでもこの薬の名前が話題になったのは、アメリカの国土安全保障委員会でこのコーリー先生という先生が、この薬は非常に効果が高いからすぐに使えるようにしようみたいなことを言って、実際に Miraculous Drug 魔法の薬という言葉を使っていました。 There is a drug that is proving to be of miraculous impact. And when I say miracle, from many centers and countries around the world showing the miraculous effectiveness of ivermectin. It basically obliterates transmission of this virus. If you take it, you will not get sick. この If you get it, you will not get sick ってすごいですよね。実際のところはイベルメクチンに効果があるのかどうか分かりません。イベルメクチンに対して行われたのは小規模なレトロスペクティブ広報史的な研究がほとんどです。これはつまり患者さんのデータを振り返って、誰がこの治療を受けたか、誰が受けなかったのか、それで治療が終わった後に患者さんをグループ分けして比較してみる試験です。この広報史的な研究っていうのは多くのバイアス、つまり雑音が入り込むので、研究として質が高いものではないです。質が低いです。研究として質が本当に高いのは無作為化した前向き試験といって、二重盲検化といって医者も患者もどの薬が投与されているのか分からなくすると、なお試験としては良くなります。こうして医者や患者さんのノイズが入らないような前向き臨床試験っていうのが、薬の効果を本当に確かめるためのゴールドスタンダードの研究デザインになっています。こういうデザインで同様にクロロキン、ハイドロキシクロロキンで研究を行いましたけれども、何度研究を行っても効果は証明されませんでした。誰もが薬を飲めばコロナから救われるんじゃないかという考えにとらわれてしまっています。テレビで引っ張りだこで実際にはコロナウイルスの患者さんを全然見てなかったり、感染症が専門でない先生が集まってきて、今すぐ何かしないと早く承認して薬を広めないといけないと言っているので、関心が集まってしまいます。一定割合の患者さんが治療の甲斐なく亡くなってしまう中で、誰もが風向きを変えないといけないとは思っています。ただ前向き無作為化試験をしてないような有効性のわからない薬は僕たちは使用しません。患者さんは実験台ではないですから、有効性と安全性が確立してない薬は使いません。日本は歴史的に大規模臨床試験を行うことが苦手で、海外に比べて小規模な試験が多く行われています。ただこのパンデミック下で無作為化、前向き臨床試験を行うことは実は難しいことではないんです。コロナウイルスに感染している患者さんが爆発的に増えているので、試験を行うのに十分な患者さんの数を得るのが簡単になってきています。これまでエジプトとイランで無作為化試験が行われましたが、試験は小規模でイベルメクチンとヒドロキシクロロキンを比較している試験です。ただ僕たちとしてはプラセボ対象試験のような真の標準治療薬の試験が必要です。本当に効果があるのかみんな知りたがってます。イベルメクチンが本当に効くのか確かなことはまだ分かりませんし、強いエビデンスはまだありません。乗り越えないといけない問題はたくさんあります。問題の一つはアメリカなんです。特に南米のある国、言ってしまえばブラジルなんですけども、政府が大した研究がまだされていないのに、これを使えばいいと言ってしまったことです。これは市販で手に入ると。それで多くの人がこのお薬を飲んで、見てください、感染者が減少して死亡率が減少してますと言ってしまったんです。感染症の予防に
感染した後は病気になりにくくなる、病気になってからの予防にとか、入院した時のために良いなど、政府の偉い人がどんどん喋ってしまったんですね。なので今では南米のプラセボ対象無作為化試験はできません。なぜならすでに多くの南米の人がこの薬を飲んでしまっているので、薬の効果を比較することができなくなってしまっているんです。記者会見とか逸話とかソーシャルメディアの投稿っていうのは仮説を立てるにはいいですけれども、広めるにはまずしっかりとした研究を行う必要があります。それ自身が科学ではないですし、しっかりと検証されないとただ有害なことを広めているだけである可能性もあります。イベルメクチンは寄生虫に対して使うようでも副作用に十分注意をしなければならない薬ですし、誰もがサプリメントみたいに簡単に使用していい薬ではないです。そして結局ブラジルではすごい勢いで感染が拡大したことも重要です。世界中の人は簡単な答えをやはり求めてます。今確実に有効なこと、感染者を減らすこと、それはやはり一番感染をしないことです。実際には最も単純なことで、ソーシャルディスタンスを保つとか、手を洗う、マスクをする、大人数で集まらない、これはもう否定できない事実です。それにワクチン 95% 以上の効果があって安全性が高いことが科学的にも証明されています。イベルメクチンは抗寄生虫薬で副作用があります。神経学的な副作用が出ることも分かっています。そして他の薬との相互作用で副作用も起こります。イベルメクチンが 100% 絶対効果がない、悪いって分かってるわけでもないです。ぜひ研究を止めないでイベルメクチンの研究は進める必要があるとは思います。そして感染症を専門としている先生たちが Twitter とかインターネットとかテレビで発言してますけれども、感情に左右されない科学的な方法で研究を行う必要があります。ワクチン接種やソーシャルディスタンスの取り方、マスク、その他全てのことをまずしっかりやらないといけないです。毎日何千人もの新規感染者が出て死亡者が増えている状況をどうやって乗り切るかですね。最前線にいる僕たち我々の感覚だと、救急外来に来た人の一定数はコロナウイルスのために来ているかどうかにかかわらずコロナの陽性反応が出てしまいます。つまり感染はゆっくり広まってきてます。これを終わらせる近道はやはりワクチン接種です。ワクチン接種が出ることで終わりが見えていると思います。ただもう一度感情的な訴えには負けないで、ぜひ科学的に物事を明確に考えるようにしましょう。この動画がためになった、面白かったという人はぜひチャンネル登録をお願いします。登録者が増えますと次の動画への励みになります。ではさようなら、次回会いましょう。See you next time. 再见。